授乳のことについてお話ししていきたいと思います。赤ちゃんが生まれた時からすぐに授乳は始まります。ご存知の方もいると思いますが、授乳には母乳をあげる方法、ミルクをあげる方法、両方あげる方法があります。皆さんは授乳方法についてどうしようかなと考えたことはありますか？私はこうすると考えている方もいれば、あまりイメージがつかなくてよくわからないと思っている方もいると思います。赤ちゃんにとって授乳は大切な栄養摂取で、私たちの食事と同じです。食事は今の健康だけでなく、数年後、さらにはもっと先の人生にまで影響を与えますのでゆっくり考えていきましょう。私たち人間も哺乳動物です。動物として考えれば、人間の赤ちゃんにとって人の母乳が一番良い栄養です。でも様々な事情で他の栄養法を選択する場合もあります。なので妊娠中からどの方法が自分と赤ちゃんと家族に合うか考えてみましょう。今回は考える材料として母乳、ミルク、混合栄養についてお話をしていきます。最初は母乳についてお話ししていきます。そもそも母乳とは何でしょうか？母乳には赤ちゃんが成長していくために必要なすべての成分が入っています。中でもこの母乳に含まれている脂肪分には目や脳の発達に必要な DHA など赤ちゃんの成長発達に大切な成分が多く含まれます。また、ほとんどは水分ですので時々赤ちゃんの脱水が心配という方もいますが、母乳のみで十分に水分補給はできています。母乳の成分は赤ちゃんの消化機能の発達に合わせて変化していきます。そのため、どの月齢の赤ちゃんにとっても消化しやすく、胃腸への負担が少なく済みます。1回の授乳中でも成分の濃さは変化し、飲み始めた頃は水分や糖分、免疫成分を多く含みます。そのまま続けて吸わせることで、母乳中に含まれる脂肪分が増えるので、赤ちゃんの体重増加につながります。母乳の成分は赤ちゃんを守る働きや、赤ちゃん自身の免疫機能の成長を促してくれます。そのため感染症にかかりにくくなります。また、直接母乳を飲む場合は赤ちゃんが満腹になったらおっぱいを吸うのをやめるので、自分で満腹、空腹により食事量をコントロールすることができます。この飲み方がとても大切です。赤ちゃんを大きく育てようとミルクを過剰にあげることは小児期の肥満や後のメタボリックシンドローム、生活習慣病につながるため、早く大きくしようとすることよりも健康的に育てることが大事と言われています。その他にも IQ にいい影響がある、食育、気持ちが落ち着くなどいろんなものがあります。赤ちゃんだけにメリットがあるわけではありません。おっぱいをあげるとオキシトシンというホルモンが出て、子宮を収縮させ産後の出血を少なくしお母さんの体を守ってくれるなど、お母さんにもいろんなメリットがあります。母乳を飲むときは準備も片付けもいりません。ミルクの粉やお湯を持って出かける必要もないので、お出かけの際の荷物も少なく済みます。また、おっぱいをあげると分泌されるホルモンの働きで、ママもリラックスし自然と眠くなります。一度授乳で目が覚めてもその後寝つきやすいので深く眠れます。直接おっぱいから母乳を飲んでいる方が寝れないイメージがあるかもしれませんが、結果、疲れも取れやすく、ホルモンバランスも崩れにくくなります。おっぱいをあげると安心して寝てくれることも多く、あやしたり寝かしつけの時に楽だったりします。また、赤ちゃんが自分で飲む量を決めるので、過不足なくあげるにはどのくらい飲ませたらいいのか、と考える必要がなく楽です。お金もかかりません。ミルクだけの授乳だと年間約に10万くらいかかると言われています。また、地震などの災害時には粉ミルクが手に入りにくいだけではなく、水道、ガス、電気などが止まることがあるので準備も大変です。一方母乳であれば災害時にはショックとストレスで一時的に母乳の分泌量が減ることがありますが、状況が落ち着いてくれば分泌は元に戻り、今まで通りに赤ちゃんにあげることができます。では母乳はいつから作られて、いつから出てくるのでしょうか？お産が終わったらすぐに出てくるのでしょうか？
また、おっぱいはどんな風に変化していくのでしょう。おっぱいは生まれてくる赤ちゃんのために妊娠中からすでに準備をし始めています。母乳を作る細胞や母乳が流れる管などが成長していき、母乳も少しずつ作りますが、まだ本格的には作っていません。赤ちゃんが生まれると、本格的に母乳を作り始めます。赤ちゃんにおっぱいを吸われ刺激を受けることでプロラクチンというホルモンが分泌されます。頻繁におっぱいを吸うとこのホルモンがたくさん出て、母乳を多く作るようになります。この変化はお産から2日ぐらい経つと起こりにくくなるので母乳の分泌量を増やすにはこの時期にしか増えない細胞を刺激して増やし、うまく働くように準備していくことが大切です。最初は作られる母乳も少量です。赤ちゃんも最初からおっぱいを上手にくわえて吸えるわけではなく、授乳のたびに練習を重ねて上手になっていきます。赤ちゃんへの栄養が足りるのかと心配されるお母さんも多いのですが、赤ちゃんは栄養と水分をお腹の中で蓄えて生まれてきますので、大丈夫です。お産後3日目頃から、個人差はありますが少しずつおっぱいが張り始める人が増えてきます。おっぱいの張りから少し遅れて母乳の量も増えてきます。この頃から赤ちゃんが飲み取った量に合わせて母乳を作るように徐々に変わっていきます。おっぱいは作られるため張ってきますが、まだ出る量との調節がうまくいってないので、張ることに痛さを感じるかもしれません。しかしおっぱいの張りにはピークがあり徐々に落ち着いてきます。また赤ちゃんがおっぱいから母乳を飲み取るのが上手になってくるのでだんだんと張りも楽になってきます。そして母乳は常に流れ出ているわけではありません。赤ちゃんがおっぱいを吸うとオキシトシンというホルモンが分泌され、母乳が流れ始めます。数分すると止まりますが継続して吸い続けると再度母乳は流れ始めます。これを射乳反射と言い、赤ちゃんがお腹がいっぱいになるまで繰り返しています。お産後1週間を過ぎた頃になると、おっぱいの張りは落ち着いてくるお母さんが多くなります。おっぱいの張りが弱くなると、母乳を作ってないのではと、時々心配される方もいますが、おっぱいの張りを感じていなくても母乳は今まで通りに作っていますので安心してください。お産後2日目までの大事な時期はどの人も一緒ですが、おっぱいの張りやたくさん作るようになるまでの日数はあくまでも目安で、かなり個人差があります。お産後すぐから張り出してたくさん作る人もいれば、ゆっくり張り出して退院する頃や1ヶ月検診頃からたくさん作る人もいます。おっぱいや母乳量の変化についてイメージがついたでしょうか。今度は授乳が少し具体的にイメージできるように、大まかな流れについてお話ししたいと思います。まずは赤ちゃんのお腹が空いている時のサインを見てみましょう。赤ちゃんが泣いたら授乳と思っている人も多いと思いますが、赤ちゃんには空腹のサインと言われるものがあって、このサインを見て授乳を始めてあげるとスムーズに授乳ができます。どのような感じか動画を見てみましょへへへ。かわいいかわいい。ほんとそばそっくりだ。まずは母乳だけの授乳の流れです。赤ちゃんをおっぱいの近くに寄せ、おっぱいをくわえさせます。好きなだけ赤ちゃんに飲んでもらって、赤ちゃんが自分からおっぱいを離してくるか、おっぱいはくわえているけど吸わなくなったら満足したと考えてもいいでしょう。次にミルクだけの時の授乳の流れをお話します。赤ちゃんのお腹が空いたよのサインでミルクを作ります。文字で書くとわかりにくいので動画を見ながらお話したいと思います。まずは手をきれいに洗い、消毒された哺乳瓶を取り出し、作りたいミルクの量に合わせてミルクの粉を入れます。次にお湯を入れてあげたい量になるように調整します。その後ミルクが人肌ぐらいの温度になるまで流水などで哺乳瓶を冷やします。ミルクの温度を確認してから赤ちゃんに飲ませます。
赤ちゃんにミルクをあげ終わったら哺乳瓶と乳首を洗い、次の時間に使えるように消毒します。哺乳瓶で飲むと空気も一緒に飲んでしまうのでゲップが必要です。ゲップはすぐに出る時もありますが、すぐには出ず時間がかかることや、時間が経ってから出ることもあります。ミルクを作るときにはいくつか注意するポイントがあります。ミルクを作るときは必ず一度沸騰させた70度以上の熱いお湯で作ります。ミルクは薄く作ったり、濃く作ったりせず、哺乳瓶についているメモリーに合わせて作ります。ミルクは作り置きせず、必要な時にその都度作ります。また、赤ちゃんが飲み残したミルクは冷蔵庫で保存せず捨てます。哺乳瓶などの授乳グッズは赤ちゃんが3ヶ月頃になるまでは消毒します。ミルクをあげる方には入院中に改めて詳しく説明します。最後に混合の流れです。おっぱいをあげ、その後にミルクをあげる流れをやります。ミルクの代わりに絞った母乳をあげることもできます。その時は、あげたい量を哺乳瓶に入れ、湯煎で温めてあげます。混合といっても、毎回の授乳でミルクを足す場合もあれば、2、3回の授乳で1回程度や、疲れてしまった時や寝る前だけなどという場合もあります。授乳の大体のイメージはついたでしょうか？なんとなくで大丈夫です。今はぼんやりとしていても、入院中にやっていく中でイメージがついてくると思います。授乳の1日の流れを見てみましょう。こちらは当院で実際に使用している授乳記録です。入院中の赤ちゃんの生後1日目と4日目の授乳表を用意してます。授乳は昼夜関係なくあり、1ヶ月検診まではだいたい3時間起き、少なくとも1日8回は授乳をします。母乳だけの場合には消化もしやすいので、お腹が空くタイミングが早く、もう少し頻繁に飲みます。1日に10から12回くらいかそれ以上の場合もあります。それに比べ、ミルクは消化しにくく、頻繁にあげると胃腸に負担がかかるため、2時間ぐらいは授乳間隔を空けるのが理想です。その間に赤ちゃんがぐずった時には抱っこなどであやします。赤ちゃんが寝がちな時には、気持ちよさそうに寝ていても起こし、4時間以上は授乳間隔が開かないように飲ませてあげます。また、1回の授乳でおっぱいを飲んでいる時間は30分前後と言われていますが、それよりも長い時も短い時もあります。なぜこんなに頻繁に授乳が必要なのか、というと、赤ちゃんの胃は小さいからです。さて、どのくらいの大きさなのでしょうか。生まれてすぐの赤ちゃんの胃は、だいたい5から 6cc くらい、ビー玉くらいの大きさです。日ごとに大きくなり、生まれて3日目で 20cc、ピンポン玉くらい、10日目でやっと60から 80cc、卵くらいまで成長し大きくなっていきます。この大きさなので、赤ちゃんたちは一度に少量しか飲めません。脱水や低血糖にならないためには、頻繁に飲む必要があるので、1日に何度も飲むのです。ではもう一度2つの授乳表を見比べてみましょう。1日目と4日目では少し授乳の様子が違うのがわかると思います。赤ちゃんの授乳の様子は、赤ちゃんの成長に応じて少しずつ変化していきます。赤ちゃんは最初から上手に飲めるわけではなく、何度も飲む練習や息継ぎするのも練習をして上手に飲めるようになっていきます。胃の小ささだけではなく、物を飲む練習や呼吸の面からも最初は少量を何度も飲むことが赤ちゃんたちには合っています。それに合わせて母乳も少量ずつ作られます。そして赤ちゃんの胃が大きくなり、飲むことや息継ぎが上手になるのに合わせるかのように、母乳の量も増えてきます。個人差があるので、特に最初のうちは、赤ちゃんが欲しい量が、お母さんの作る量よりも多い場合には、一時的にミルクが必要になることがあります。赤ちゃんが飲む量が足りているかどうかは体重の増減もありますが、おしっことうんちの回数や量も合わせて見ていきます。お母さんも入院中から赤ちゃんのおしっこやうんちの様子を見るようにしていきましょう。ミルクの補足が必要な時には必ず説明しますので相談して授乳をしていきましょう。赤ちゃんの授乳について少しはイメージはできましたか？
ご自身の思いやライフスタイルも大切にしながら、赤ちゃんが生まれる前に一度、家族とも話し合い、授乳方法を考えてみてくださいね。質問がある方、もう少し詳しく知りたい方は遠慮なくスタッフにお声掛けください。